ここはドルドーニュ。南西フランスにあるボルドーから東に電車で約1時間。先史時代から残る歴史と遺跡。美しい中世の街並みとたくさんのお城。美食家たちもうなるグルメ。広大な自然とドルドーニュ川。私はここでイギリス人の旦那さんマークと暮らしています。便利ではありませんが豊かな暮らし。私の名前はアキです。縁もゆかりもないこの土地で出会ったドルドーニュの魅力と素朴な田舎暮らしをお届けします。ランプシェードは伝統の傘のことで、さまざまな素材や形のものがあります。今紹介した照明はすべて我が家にあるもので、特に私が気に入っているものを集めてみました。我が家の照明はすべてデザインが異なっていて、ほとんどがこの家と一緒に前の家の持ち主の方から購入したものです。あとは飲みの市などで気に入ったものがあったら都度購入しています。このようなテーブルに置くサイズのものは日本にも持ち帰りやすいかと思いますので、皆さんも気に入ったものがあったら、こういうお土産もいいのではないかなと思いました。ただこの電気のコンセントのところだけは日本と形が違うので付け替える必要があると思いますので、そこだけお気をつけください。でこちらは、このように壁に引っ掛けるようになっていて、こういうふうにして使うものです。こちらは陶器製のランプシェードです。実は今回これに代わるものを、このようにリメイクしました。もともとは、これが3つあったんですけれども、1つ私が落として割ってしまったので、ガラス製ではない布製のもので、新しいランプシェードを作ることにしました。今回の動画では以前リサイクルショップで購入した、ランプシェードの布を張り替えてこのように、リメイクする動画を作成してみました。実は私も今回初めてランプシェードを張り替えましたので、やってみて気づいた点などは工程を踏みながらお伝えしていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。中の紙もかなり汚れていたり破れていましたので、すべて新しくすることにしました。まず丁寧に古いものを枠から剥がします。この剥がしたものを型紙として利用します。こちらの中に使った紙はランプシェード専用の燃える心配のない安心なものにしました。念のため参考になるかわかりませんが、実際に使ったもののリンクを概要欄に添付しておきます。インナーの紙を型に沿って切ります。布に関してもコットンや麻などの天然繊維がいいとありましたので、私は麻を選びました。布は型紙よりも
7ミリから1センチほどの余白を残して切ります。この時、インナーの紙を置く場所にも線をつけておくと後でわかりやすいです。こちらのインナーはシールのようになっていますが、そうでない場合は糊などで貼ってください。布がシワにならないように端から貼り付けます。片方の端をきれいに切ります。巻いた時にこちらの端が内側に来ます。逆の端は中に折り込み、ボンドや両面テープで留めます。枠に合わせて巻きつけていきます。両面テープがあれば枠にテープを巻きつけてひっつけながらやるとやりやすいと思いました。私はいろいろとお店を回りましたが、どこに売っているかわかりませんでした。田舎なのでいろいろと見つからないこともあります。洗濯バサミやクリップなどでワイヤーと本体の部分を留めながらくるりと巻きます。枠の上下がきっちりと収まるか確認してから巻き終わりの端をボンドで留めます。この時、この枠のワイヤーは必ず本体の紙の上、ちょうどギリギリ端に来るようにしてください。布だけの部分にワイヤーを置いてしまうと綺麗な仕上がりになりません。その後、布を中に折り込みながらボンドで留めます。ボンドが少し乾いた頃に布の端を枠と本体の間に押し込んでいきます。私は銀行のカードを使いました。この布の始末の作業は大切で、照明をつけた時の見栄えに大きく作用してきます。反対側も同じようにします。ワイヤーがある部分は布に切り込みを入れて折ります。この上下の裏側の布の始末をしっかりとしないといけない理由は、電気をつけた時に初めて気づきました。この中から電気が透けて、影になって外から見えてしまうんですね。もしうまくできなかったり、少しでも気になってしまうなという場合は、このような裾の始末をするテープやリボンなどをこういうふうに貼り付けると、この影になって映るという事態を解消してくれます。改めて家の中にある布製のこのランプシェードを見てみると、実は全てにこういうふうに裾にリボンや飾りがしてありました。ランプシェードの張り替えいかがでしたでしょうか。
もしこちらの動画も楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。今回はメロンサンドイッチを作りながらフランスのメロンについてお話しします。メロンはフランスに来てから私の一番好きな果物になりました。その理由は値段が驚くほど安いのにとっても甘くて美味しいんです。フランスのメロンの旬は7月から9月末までですので、この時期にフランスにご旅行に来られる機会がありましたら、ぜひ一度お試しください。この辺りの平均的なメロンの金額は1つ1ユーロから2ユーロ、日本円でおよそ130円から250円くらいです。3ユーロすると少し贅沢だなぁと思いながら買っています。おすすめはマルシェで購入すること。マルシェで購入するときは、お店の方がいつ頃に食べたいのか聞いてくれます。その希望の日に食べ頃になるメロンを選んでくれるんです。スーパーで買う場合は、メロンのお尻の部分を押してみて、少し弾力があって香りがいいものを選ぶといいと思います。ちなみに日本では人気のあるフルーツサンドですが、海外では存在しないちょっと驚きの食べ物なんです。今回のメロンはとってもジューシーで甘いので、やっぱりそのまま食べた方が美味しいかなと思いました。いちごやパイナップルは私は好きですね。あとはやはり圧倒的な違いは、日本のような美味しい食パンではないので、食パン作りでもやってみようかなと思うこのフルーツサンド作りでした。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。